H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、またよろしくお願いします。勉強していても、仕事していても、常にストレスを感じているので、今日のプログラムの最後には、ストレス指数を測定できる韓国の有名な心理テストである運命王があります。ストレス指数を知ることで、自分に合ったチャンネルを見つけることもできます。ストレス解消や勉強の際、遠くに住んでいる友達の中には宿泊施設に滞在することを選ぶ人もいます。学校によっては学生に宿泊施設への滞在を義務付けているところもあります。しかし、学校の寮は超自然的な物語のほとんどが語られる場所でもあります。今日は学校の寮に関する超常現象の話を2つ紹介します。ストーリーは視聴者から生まれます。ザヤオユーオとザヤオギコーの機構。以下の物語は一人称で語られます。私は特に宗教は信じていませんが、世の中には神様や幽霊がいると信じています。私は普段超自然的な番組や心霊映画を見るのが好きです。もしかしたら私の星占いも重要なのかもしれません。だから今まで無事に成長することができました。大学時代はみなべの私立大学に通っていました。私たちの学校では1年生には宿泊施設が義務付けられています。もともと宿泊は面倒だろうと思っていたのですが、シャワーなども並ばなければなりませんでした。幸運なことに比較的新しいドミトリールームを手に入れることができました。バスルームの設備。新入生寮のベッドはネットで選べるのですが、入寮してみると他の人にベッドが選ばれていました。先方に聞いてみると、先輩のお姉さんはどちらが先でも選んでよいと言っていたそうです。その時は本当にびっくりしたので、ネットでベッドを選びました。良い？でも、悪い印象を残したくないので、息を飲みながら残りの場所へ歩きました。私が寝た場所はバスルームの近くでした。熱の膨張や収縮によるものなのか、それとも別の原因によるものなのかはわかりません。バスルームの近くの壁は腫れ続けていました。水が出てきた時、最初は普通の水かと思いました。でも、うっかり踏んでしまったら、水がベタベタして臭かったんです。いろいろな意味で嫌な思いをしましたが、気にしませんでした。私は弱いと言いたかっただけです。入学から2ヶ月後の出来事でした。何が起こったのかというと、私たちの部屋は脇の部屋でした。長方形の部屋で、左に2人、右に2人が座っていました。上段はベッド、その下は机でした。ドアの近くの左側で寝ていたのはライフと呼ばれていました。窓の左側で寝ていた人はアメンと呼ばれ、右側で寝ていました。窓はミンミンと呼ばれていて、私はバスルームとドアの近くの右側で寝ました。ある夜、みんなが寝た後、私はまだ一人で絵を描いていました。私は電気スタンドをつけて、そこで一人で絵を描きました。私は覚えています。時刻は午前2時42分であることは明らかでした。うっかりペンを床に落としてしまったので、かがんで拾いました。かがんだ瞬間、右耳から子供の笑い声が聞こえた。音のあった場所は水が流れている壁の方向だと言いました。私はすぐに立ち上がって平静を装った。それからヘッドフォンをつけて音楽の音量を上げて死ぬほど怖かったです。これは幻聴に違いないと自分に言い聞かせていました。私の耳にはカルマがたくさんあるだけです。きっとこうなるはずだ。3時頃、首の上を蚊が飛んでいるような気がしました。数秒後に突然のスイープの感覚が再びやってきました。手を使って避けたんですが、変な感じがして、恥ずかしい気持ちでした。髪の毛のせいでしょうか？でも、その後考えてみたんですよね。なぜ毛があるのでしょうか？今、何かが間違っていると感じています。悪感が止まりません。人々は、アーピオに会ったら、彼に知り合いであることを知らせてはいけないと言っていると聞きました。そして彼を怖がらせてはいけません。そういった活力と陽のエネルギーがまだ残っているのがベストです。あなたが重い幽霊であれば、あなたはあなたを恐れるでしょう。そうでなければ、その逆が起こると何かが起こります。
そこで私はすぐに立ち上がって、非常に男らしい声で、パワー、と言いました。次に、電話を取った時、私は一体何をしているのかと考えました。グループソフトウェアはネチズンに助けを求めた。ネチズンは私に早く寝るようにアドバイスしました。私は全く動く勇気がなかったと言いました。どうしたら寝られるでしょうか？それから誰かが私に座って面白いビデオを見て恐怖を取り除き、それから寝るべきだと言いました。それで私は座って見始めました。面白いビデオ夜中に笑えないのは本当にからかったです。ルームメイトはみんな寝ていて起こすのが怖かったです。恐怖という感情をすっかり忘れていました。それからあるシーンを見て本当に我慢できませんでした。笑いがこらえられなくなってしまいました。突然、耳の右側にしこりができました。大きな音がした。ゆっくりと右を見て北へ歩きました。誰もいなかった。私は言いました。慌てて振り返って前を見た。その時、後ろに視線を感じました。ルームメイトがベッドからこちらを見ているならこの角度のはずですが、この視線は下に落ちてきました。それは私の真後ろから来たので、私はまた怖くなり始めました。突然、斜め向かいに住むルームメイトの A メングさんから、パソコンの画面はついていないのに、パソコンから LINE のメッセージが送られてきました。3回くらい連続で鳴ってしまいました。どうすればいいでしょうか？疑問符？今度は誰かが私と一緒に面白いビデオを見てくれるでしょう。ここに座って本当にもう一度眠りたいです。忘れて急いでください。私は何を恐れているのでしょうか？何を恐れる必要がありますか？そこで私は立ち上がって、パワーと言い、まっすぐに立ち上がって2段ベッドの階段に向かって移動しました。階段に捕まった瞬間、ベッドの板に、ノック、ノック、ノック、という音が2回響いた。今何が起こっているのでしょうか？座ることも立つこともできません。寝ることじゃないんだから仕方ない。机に座って夜明けを待つことしかできません。それは本当に誇張ではありません。あなただったら私と同じように朝まで机に座るでしょう。ルームメイト全員が起きた後、アメンはコンピューターの前に座り、私はアメンの後を追いました。教えて、もう、携帯電話の電源を切ってはどうですか？アメンがさっき言ったけど、何が起こった？私は続けて、昨日はいつもスピーカーからメッセージが流れていたと言いました。アメンさんは私のスピーカーがミュートになっており、誰も私にメッセージを送ってくれないと言いました。私はびっくりしました。それで何が起こっているのでしょうか？彼らは私に尋ねましたが、私は答えることができませんでした。真夜中にそこにいることを人々に知らせることはできませんでした。パワーちょっと恥ずかしかったです。翌日授業が終わって休もうと寮に戻ると、ライフのガラスが爆発して床にガラスが飛び散っていた。ミンの鏡が割れたので、アメンは、実は私が昨日寝ている時に幽霊にベッドに押し付けられたと言いました。そこでみんなでこの件について話し合ったところ、他の人の部屋でも同様のことが起きており、ベッドの隅で見た人もいることが分かりました。おじいさんはこうして寝そべりながら、にこやかにこちらを見ていました。結局、本当に他に選択肢がなかったので、約束をして追いつけてもらうために4人でお寺に走りました。その後、先生と話をしたところ、この学校はかつて墓地共同体であったことが分かりました。購入後、私はキリスト教の方法を使って聖水をまき、聖書を読み、名前のない墓をいくつか移動しました。名前のある人は家族に移してもらうよう求められた。キリスト教のやり方が悪いと言っているわけではありませんが、孤独な魂には行き場がないので学校全体が非常に不潔になっているのです。今でもアーピオが私の隣で見て笑っていたのか、それとも友人が意図的に私をからかっているのかわかりません。答えはありません。私の家族はマカオの聖老連教会の近くに住んでいます。子供の頃に父の部屋で見たのを今でも覚えています。修道女。夜だった。彼の体は灰色で、顔は暗くてよく見えませんでした。
生まれたばかりの子牛は虎を怖がらない、とよく言われます。その頃は幽霊の存在すら知りませんでした。そこで私は歩いて彼の前に立った。私は話さなかったし、彼も話さなかった。私は彼が手に黄色いものを持ち、私に十字架のサインをしているのを見ました。私は抵抗せず、リビングルームに逃げました。私はテレビを見ていた母を見た。何度か電話しましたが、お母さんは無視したので、部屋に戻りました。部屋に戻ると、修道女が目の前からゆっくりと消えていくのが見えました。私は目を大きく見開き、どうしてこんなことが起こるだろうと思いました。私は、お母さん、お母さん、と叫び続けました。それから私は振り返って、母を探して走ろうとしました。目の前は神父さんでした。なぜここに誰かがいるのか不思議でした。お母さんですか？私は2歩下がって、なんと、あの修道女です、と言いました。この修道女は、神父。音を立てて再び姿を消した。私はすぐに部屋に逃げ込み、布団の下に隠れました。その後は何も起こりませんでした。大人になるにつれて、私は比較的特殊な全寮制の学校に通いました。学校の正面右側が寮、中央が運動場、左側がかつては共同墓地であったものを改修した墓地です。毎晩野良犬の群れが吠えていましたが、そこには誰もいませんでした。ある時、クラスメートと私はモップを取りにバルコニーへ行きました。私たちの学校の階段にはガラスがありました。学校の4階の階段に着くと、そこには黒い女の影があった。その時、学校には誰もいなかったはずです。その人影は、まるでこちらを見つめているかのように、ゆっくりと横から正面へと向きを変えた。突然クラスメイトが言いました。誰かそこにいたのを見ましたか？はい、見たよ。と言いましたが、この時間に学校に誰かいるでしょうか？私が予期していなかったのは、私のクラスメートが、私の言うことを誰も信じないことはあなたも分かっていたと実際に言ったことでした。あなたはバカです。それから私は、階段の吹き抜けには本物の人はいないと言いました。この時、私はすごい目で私を見つめました。私が愚かだと思っているのね。誰もいないから、私のクラスメートは知りません。見えなかった。それを見ることができたのは私だけでした。忘れて。心配したくなかったのです。夜寝るときは屋上のカフェに住んでいました。この音で目が覚めました。変な音は何ですか？耳を澄ますと足音のような音がして、どうやら2階から聞こえてきたようだった。上の階に人が住んでいないなんてありえない。足音は近くから遠くへゆっくりと消え、そして実際に私の隣に足音が現れました。私はすぐに携帯電話を手に取り、スクロールを始めました。ため息が聞こえた。私はすぐに起き上がり、枕を壁に立てかけました。私の目はすぐに左右を見ました。そこには誰もおらず、クラスメートも起きませんでした。では、この音はどこから来たのでしょうか？突然、壁から両手が伸びてきて、私の首を絞めようとしました。私は叫び、すぐにベッドから飛び起きました。クラスメートは全員私に起こされました。それからライトをつけました。もちろん怒られましたが、こう言いました。奇妙なことに遭遇したのは私だけではないことに気づきました。最後に私の親友が予備の遅れて枕の横に置くように頼みました。その後は何も起こりませんでした。その後、この件について家族と話し合ったところ、寮ではよくあることだと言われました。奇妙なことが起こりますが、幸運にも会えなかった人も何人かいますが、ある夜、彼は出会うかもしれません。ストーリーはこれで終わりなので、次は運命の王です。韓国では、あらゆる人の普段の行動を測定できる心理テスト表が出回っている。心理的ストレス指数。冬休みと春節が終わったばかりです。すぐに授業と仕事に戻りました。みんなが完了するのを待っていることがたくさんあるはずです。今日は自分のストレス指数を測定してみます。ストレス指数を知ることで、ストレスを解消する方法もわかります。写真の違いテーブルは4つあります。
たくさんの人が集まるランチタイムを想像してみてください。立っていられない、テイクアウトできない、食べないことはできません。共有テーブルを選択する必要があります。さて、どのテーブルを共有することにしますか？最初の写真では、3人の女性が姉妹のように日常生活について話しています。彼らはとても幸せでしたが、とても騒がしかったです。2枚目の写真では、3人は重要なことを話し合っているかのように沈黙している。気まずい雰囲気が漂っていた。3枚目の写真では、母親が携帯電話を見ています。しかし、彼は迷惑ないたずらっ子2人を無視しています。4番目の写真では、2人の甘い恋人たちが自分のことだけを気にし、他の人を完全に無視しています。上の4つの写真のうちどれを選びますか？メッセージを残して答えを教えて、視聴者と共有してください。次に、回答選択肢1の友人のストレス指数 25% を発表しましょう。あなたは人生の新たな始まりにいるはずです。緊張と熱意があなたを前進させます。方向性は明確ではありませんが、行動していればゴールは見えてきます。さて、ストレスはあなた自身にとって良いことです。試してみる。選択肢2の友人のストレス指数は 99% です。爆発寸前か、すでに爆発している可能性があります。このような高圧状態にあると、健康に悪影響を及ぼすことがよくあります。よく眠れないだけでなく、健康に影響を与える可能性もあります。自分自身を調整し、現在のプレッシャーを解決する方法を見つける必要があります。そうしないと、痛みに苦しむだけになります。選択3の友人のストレス指数は 50% です。あなたの責任は緊張の源であるため、プレッシャーも伴います。自分の能力を信じて、より良い方向へ進んでいかなければなりません。物事を完了することが現時点で最も重要なことです。ストレスも解消できます。4を選択した友人のストレス指数は 12% でした。今、あなたは未知の感情の層を覆っているはずです。あまり気にしていなくても、時間が経つとプレッシャーになってしまいます。自分が最も必要としているものを理解するには、落ち着いて自分の心の声に耳を傾ける必要がありますか？自分自身とコミュニケーションを取ろうとすることによってのみ、本当の意味でストレスを解放することができます。心理テストが終わりました。それは正確だと思いますか？正しいかどうかは別として、皆さんの願いが叶い、すべてがうまくいき、すべてがうまくいくことを願っています。今日の話はここまでです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。下にスクロールして読むことができます。メッセージを残してお知らせください。次回お会いしましょう。